てな感じだね。てな感じ。何やってんな感じだったね。だから要は上映する間が、まあ、どっちが先か知らないけど、その35ミリの映写機しかなかったの。それで35で撮るってことになって、じゃあどうやって低予算で撮るかっていうと、さっき言ったようにニュースフィルム、要はね、音いらない、まあ、いらないわけじゃないけどで使ってたカメラで撮る。フィルムも、ほら今富士フィルム高いんだけど、当時富士フィルムの1年落ち2年落ちのフィルム安いのがあったんだって。俺ら出た時にコダックだったんですよね。コダックだったけど、結局もう金ねえから富士の方が安いっていう時期もあったらしい。あ、そうなんですか。そういう時期流した時期があったんじゃない。さあイーストワンコダックで撮られてさ、俺は嬉しいけどさ、もう同じ。まあそういうのがあったわけよ。それで今はそれがビデオになっちゃったと。だからもちろん同録だよね。アフレコはないし。でもいろんなことやってましたよね、今思うと。なんかほら現場で音取ってさ、無理くり合わせようとして結構ずれるじゃない。ああそうか。それをこうなんかこうさ、調整したりとかさ、そんなことをやったりとかもやってた。本数やってさ、みんなさこう蓄積あるわけ割にはやっぱ無理があるよね、あの時間。だって男はさ、まあ3日で大体撮る予定なんですよ、撮影は。で3日間びっちり出る男ってのは少ないんだけど、そうすると2日間寝ないで、いやこれ3日だろうっていうのはあるもんね。だから里見と撮って、田中スタジオのどこだっけな、あそこで撮って、初めて里見はまだ初々しい頃、俺と千葉ちゃん里見が名刺もらって喜んだ時あったじゃん。痴漢教師3の時ですね。3の時か。あの時さ、おお里見が手作りのああそうだったかもしれない。そうで里見がしましたと見せて、おお可愛いじゃんとか。俺だからその前12年間一緒にいた女ってのは里見そっくりなんだから。あ、そうなんだ。里見にも言ったし、人にも言ったんだよ。あ、そうなのね。いやたまたまね。それ初めて聞いたわ、その話。で結局あいつだからなんかフランス人かなんかで結婚して、今も結婚してんだよ。ああはいはいはい。この間さ、久しぶりに会ってさ、いいやな指輪してんじゃんって言ったら、いやそんなことはないよ言ってんだよ。まあいいや。いやいや、どういう一人だったんだあいつはもう芝居の鬼だから、まあ鬼です。なんかクーラーもないとこにいて、なんか誰やマネージャー誰かがね、里見すごいとこに住んでんのよって言ってたからさ、当時だってあれじゃないですか、マネージャーとして来てたの萌ちゃんだったんですよ。萌ちゃんね、そう萌ちゃんが言ったんだよ、それでさくら萌というね音体もいまして、いやそれでなんだろう、そうだったんだよね。だから考えてみたら、あの時に河野さんと現場で最初だったのか。ああそっか。でそれがだから最後はポッポ屋びっくりしたよ。ポッポ屋やるか池さんって池島なんかミスターピンクだよ出てくれっから、池さん飲むとこに持って行ってっつったら言ってくれるかもしれないけど、ちょっと YouTube で言えないようなこと。池さんほらこの間新聞連載載っちゃったから、ちょっと見たよなんか。あ、そうなの。新聞で連載ミスターピンク、へえ。スポーツ新聞かなんかどっかで見たよ。あ、そう。でかいだった池さん見てないですねいや池さんいいよ、こんな俺だって今だって「おう外地とやっと役者らしい顔になったね」って言ってくれたから、あ、そうっすか。いや当時は今俺だから千葉ちゃんとやったやつをなんかそれをね、また別のところでその池さんの池島豊会っていうのがあるんで、であるんで、そこで行ってみたら、それで千葉ちゃんとやったあれやってたわけよ。だからそうなんですか。しおりとへえ。このあんちゃんどうしようもね中途半端な芝居してんだとか思って見せて、千葉ちゃんよかったよあれ。あれもうそれ萌ちゃんが主演のやつだよね多分。しおりが出て萌ちゃんが主演。そうそれだからほら痴漢教師の痴漢教師の次のやつね。あ、そうなんだ。あれ千葉ちゃんいいよ、言っちゃった役やらないと自分が良かったと思ってじゃあこれをやった時にはさ俺監督見て、違うそれは次だって。いや違うそうじゃない。だから川村しおりが出たのっつうのは、そう萌ちゃんが主演の精神科のやつ。もうねなんかねいらんことやってたで何やってんだから。いやだけどいくらなんでもそれはあまりにもちょっと独りよがりすぎねえかと思ってよく言われた。でそれで監督に「いや監督こんなことやって外地そんなことやってた俺全然見てなかった」って「見てなかったってどういうことなんだよそれは」と思って。やったもん勝ちだよすげえなと思って。
それはだから最後の方で何をやってんだこの人はと思って稼ぐも最後の方でさ、俺がただこう連れ去られてることで監督が「外地何もするなよただ歩けいいからただ歩け」って言われて、くっそ俺途中で振り返って貼ってやる演技プランあたりいいからただ歩けって言われて、それがラストカットでした。いやそれはなんていうかやっぱりあれだよね。いややってみて、今ビデオなんだからやってみて、いやまあいいけどね、まあまあそれもありで、はいもう一回って言われるや役者も気がするっていうかさ、だから映像があるっつうのがすごいですよね。そっか、なんか VHS かなんかでかけてたのかしら。いやヒゲさんがみんな DVD にして持ってんだよ。そうなんだ。持ってアーカイブしたんだよ。は全部かどうか知らんけどね、忠平和さんがさ、いや池島豊いい監督だよっていうか見る目あるしさ、いや本当映画見るよねあの人ね。すごいよね。そうですね。だからほら人が出てたじゃないですか。だからちょうどその萌ちゃんが主演で川村しおりにデビューの時のやつって佐川一正さんが出てた。さあの人がさ街の相手にさなんかリップサービスにならないんだよ。怖かったよね。この内側のね美味しかった。いやお前それ言うか、唐十郎のいとこだっけ？いや違う唐さんは小説にしただけじゃん。違うよ俺よく血縁だよ。嘘、全然血縁だよ。そんな話俺初めて聞いたわ。嘘、血縁だから書いたんじゃないの？違うっしょ。そうなの？全然違うんじゃないそれ。ほら元バレちゃうから言う。いや全然それは違うんじゃない？わかんないけど。ずっとそう思ってた。いや全然初めて聞いたその話。唐十郎さんのいとこかなんかでそれで書く権利が下りたみたいな。いや全然そんな話は俺は聞いたこともない。聞いたこともない。あれいやもうわかんないからあれだけど。なんであれ街歩いてんのと思うような人だった俺会った時。まあ。ヒゲさん喜んでるけど。スタジオね、その後ね AV で何十回も行ったのよあそこ。でも大変。あそこで俺すごいことあったの。角膜切られちゃってさ。普通さ俺らさカットって言ったら止まるじゃん。はい。カットって言って女がキャーって言って俺止まったとこパスってやって。それいつの話？ AV の時。そんなことあったんだ。それでいてなと思って。ね、この話はなんだ、田中スタジオつながりみたいな話だ。そういうことね。そういうこ田中スタジオってあるんですよね。と。それでなるほど。それでさ夜も出番があってマジで、もうさ目痛いでしょうね。つぶってるのも痛くて何もしてくれないんだよ。ですいませんちょっとっつって自分でバス乗って女子大が一番近いって行って、それで角膜いっちゃいましたね。その前に爪切り貸してガチさって言われてその女優に貸して、いや終わった後に切んのかねと思って行っていなかったらあいつさん帰っちゃうんだもん返そうと思ったらてめえだよてめえってここまでだけどいやちょっと用があってねって言った私はバカがしてそれでどうしたんですか角膜。もう角膜のとこ傷ついたら1週間ぐらい眼帯だよ。それで再生するものなの？よかったですね。白かと思った。もうなんかねハンマーで目叩かれてる。言ったのは分かりますよそりゃ。それはいいんだけどカットって言ったら止まれよなとか言ってもうそうちゃいます。そこでだからそう嬉しかったな里見がなんかパツンパツンでそっちはだから痴漢教室3のね。そっかその結構似たような話だからあるところがさ俺とかほらどっちも行っちゃった人の役だったからいい役で行っちゃったよ。なんで分かんないけど言っちゃってるのがやらないと気が済まないかっていうの分かんないからそれなりに正当化してでもやってたやら。まあどうなんですかね。そうしおりとも俺絡めんでもいいねえのに俺仕事絡んでねえんだよ俺。だからシネケビンで口説き通してて知らないよそんな話。口説くんじゃねえよって言われてそれ言われるわ。いや監督狙ってんすかって言ったらって言うからおめだよ監督とか言って俺は渡されずって結局両方ともつかなかったのがよく分かんないけど。だって彼女はあれでしょなんか普通に結婚してねなんかそうみたいな、らしいですよねっていう風の噂は聞きましたよ。なんかでもなんかエキセントリックな感じだったよ。ドキあったよね。そうだから彼女は結局あれだったんですよ。痴漢教室3の時に出てた俺に殺される役やってた女優さんのなんか普段の職場が同じとこだった。そうそれでなんかいや彼
彼女経由で監督に紹介されて、じゃあ次出るかみたいなことだったんだ。だからいやその場に俺いたのかな、なんかね、うんシネキャビンでその話してた時なんかいてさ、お可愛い子入ってきたと思った。それで出たいですって言うからあそうで萌ちゃんが主演のやつはいはいではい2番手っていうかそうだよね、いきなりね。そうそうそういやそうでもあれ、いや俺そう俺うまいとこないけど、これ前見た池さんがやっぱりしおりうまいよなって、まだ未練あんのかねそれは知らんけどしおりいいよなとか言って、本当かよな。でもその時俺さすがに言わなかったけどな、喧嘩になるからいやまあでもねそうだったですわ。なんかそれでわりかしだから俺が出てた時っていうのはそういう風な前に出てた人たちと、途中から参加したというかだから、まあ、俺とかちょうど入れ替わってあれしてた時期だったんじゃないのかなって、でまあほら真由子さんが出たりとかね、ああそうね、だからあれの2番目かなんかの時、俺がだからなんだっけ、福島出身の監督もする俺と同い年の有名女優なんだっけ、福島出身横浜映画祭で賞取った。いや名前とかいるじゃん、福島の人。福島有名なピンク女優だよ。有名な誰だっけ、監督もする人。福島福島はそうだよ。まあそっちは仙台だけいや全然違うから全然違う俺陸前高田だから。ど。ああ陸前高田。それってもしかして葉月のこと言ってる？違う。葉月もいいね。いやだから葉月は北関東だからね、あいつは。あそう、違う誰だっけ。もっと葉月俺と同い年だよ。監督する人？い有名や有名な人たくさんいるからな。違う誰だっけ。だって吉行さんとか。そうですああ吉行さん福島なんですか？福島あであす。で吉行さんと、うんだから今言ったね、誰だっけ、デビューした色白い誰だっけ、今でも出てる、出てないかだっけ、色白い色白いみたいどういういやギュッとおっぱい握ると、ん型がついちゃって、うんダメだからソフトにやれよって言われた。それがデビューの時で、吉行さんとのなんか俺三つどもえのやつやったんだよいや知らないけどさ。それでなんか打ち上げで、うん手握ってていい感じだなと思ったら外行って手握ったまま横でゲーゲー吐きやがってなんつったっけ。それがなんか前ラピュタに見に行ったら「あガイツさん久しぶり」って言ってくれた。誰よ？なんかさっき言ったなんだっけ、吉行さん？何言う吉行さん？違うそうだからさっき違うよ、しおりのしおりじゃなかった時の今女優の名前言ったじゃん。萌ちゃんじゃない、もう一人言ったじゃん名前。親父葉月のこと？違う葉月いや誰の話してんだかさっぱりわかんないよ。歌うようになっちゃったの。当時綺麗だったなあれ。なんとか前。ああ佐々木真由子さん？佐々木真由子さん。あなた話が飛びすぎで頭の中で繋がってるのかもしれないけど見てる人誰もわかんないよ全然それじゃ。佐々木真由子ちゃんがもう可愛いなと思って。手つないで高円寺飲み歩いていいなと思ったら手つないだまま芸した佐々木真由子ちゃん。でそれが何十年か経ってちょっとなんかまあこれ見に行こうと思ってラピュタ見に行ったら佐々木真由子ちゃんの会で「あガイツさん」とか言って覚えてたって。それがだから津田さんの家で撮ったやつ。ああそうなんですね。国沢、それが俺のデビューだ。いやだってその前にあれがあったっつってんの。それが国沢のデビュー。国沢さんの組はデビューなの？デビュー。ニューノイズのやつはだから何さんだっけ、関さんだったっけ？あれはもう関係ない。いやさっき話聞いたからさ。そうあれはもういらない。あれは。いやいるとかいらないじゃなくて。相島奈緒さんは有名だけど、そっかあれがデビューか。でもその時に本当俺がだから中村さんの力で売り込んで、なんとか使ってくれっつって国沢が使ってくれたのがそれがデビュー。まあでもあれじゃない。だニューノイズの方が先なんでしょ？そう。それがさ、そのいきさつがなんでだっつったんだっけ？だからなんかその席っていうのが、演出もできねえから誰も役者つかなくて、それでプロダクションでなんか来て、いた事務所に仕事が来た話だったんだ。仕事っていうかなんかあって、なんか講師に来たんだけど全然演出できなくて、こいつなんだとか思ってて、それが映画撮るからって言って出てって言って映画出るっつって、それがピンクだった。で冴島直だった。で俺なんか縛られてなんか転がってた。いた事務所
あれ繋がなそうこだ。おまあ事務所があったのよ。アイカンパニーってね。あそこ最初の事務所ですか？最初でもない。別のとこにいて、エコエコアザラク3っていうのに出てて、そうしたらそこにそこの。それ3まで俺見てるかもしれないな。出てた？それだから書き抜きの台本もらって分かんなくて、まさか俺の声からシーンが始まるとブラックアウトだからこの子も今夢見てるように眠ってるんですけど、俺の声から始まるんだったら言いようがあるだろうっていうようなシーンなのよ。そこから言ってなんかお子さんもね亡くなってました。で佐伯ひなのさんはその後なんか渋谷映画祭でお会いして「俺英語映画祭に出てるんですよ」って言ったら「あそうですか」とか言ってたけどさ。誰が？主演の佐伯ひなの。はい佐伯ひな子さんね。知らないけどとか言っちゃう。何の話だっけ。そうそこでいて1から3まで佐伯ひな子さんだったんだっけ。1にほら菅野美穂さん出てるね。上穂うまいよな。上穂いいよ好きだよ。今またなんかおばさんみたいにくれてるよね。上穂のだって卒業式の時は涙が入れたペンダントって売ってたんだよ。誰が買うんじゃと思ったらすんげえ高値で売れてるし。全然知らないそんな。俺は河合直子で終わってるから。桜田淳子ちゃんで始まって河合直子で終わってる。実を言うと俺あれだよね。だけど一般映画で一番最初出たのって菅野美穂主演の映画なの。で菅野美穂と無言でやり取りする。俺おまわりさんで通行止めしてて、そこに菅野さんが自転車で来てバカじゃねえの。自転車で来てそれで当選簿するっていうね。どこが正解かな。パワーが出ちゃう。パワー面白い役、いい役じゃん。全然もう冒頭のシーンでさ、自衛隊が爆破処理をしてるところを封鎖してるんですよ。自衛隊じゃなかったんだ今回。そうでそこで通行止めしてるところに菅野さんは彼氏のお家に向かってるわけよ。たらいつも通ってる道が封鎖されてて行けないと。あれみたいな。そうで当選簿されて隙間見てこっちから行けるかなってそこまでダッシュしててこうやってバッと置いてって。いや俺裏だからもうずっと。ちゃんだよなんか倒れたふりとかして。いやダメ。ちょっと売ろうと思ってもダメだったから。見てんだよ。だから俺そういう意味ではあれだよなんだっけ。草刈さんと一緒に草刈さんじゃないなんだっけ。草薙さんと一緒に出た CM は、草薙作者が見てなかったから俺さちゃんといいポジションにとっていや芝居やってんのいかんとこも何も見てなかったからあれは俺のが目立っちゃった。なんだろうな、全くまぶらっつうのがすごくさ嫌でね、なんかちょっとあまりに不自然な止め方しなきゃいけなかったわけど、なんか普通こっち行ったらこう少し振るじゃない。それもダメだって言われて、で結局結構リテイク背中で芝居のしようもないね。そうしたらね、いや横でこういうふうにしなきゃいけなかったわけよ。そんなんないじゃんだって。それもさだからいや森重がさ森重が主役だよ。でもアップ取るな俺のさね引きで全身を取れって言ったのはさ分かるけどさ、うちらそういうところじゃなくて売ってなんぼだからさ。いやちょっとでもなんかあまりにもその対戦が不自然で気持ち悪いなと思ったからそうなっちゃってたんだけど、それで結構なんかリテイクしたのは記憶にありますよね。まあそんなことありました。でもやらなきゃさ止めだから昔から言われたの、やってみろよって、時間的にね余裕があった時代でもないんだけど、やってみてダメだったら止めようがあるけど、やらない役者に俺は何を言うんだっていろんな監督に言われたよ。それはよくない。そうだよね、やらないやつにさなんで俺がお前らのさギャラを俺が払ったわけじゃないけど、俺んとこから抜いてんだよって言われて、それなんで俺が指導しなきゃいけないんだって。そりゃそうだよね。そうですね。いやだからそれでさ嫌われようがない人が一応真剣とこっちは考えてくるわけよ。短いセリフの中で、前後こうやって言ってんだからここでこうやっていいだろうって言ってたと、それは間違いないことするけど、やってみて監督もこういうのがあるのかよ、これは採用できないけど、じゃあ俺今ひらめいたってもっといいのが出るかもしれないじゃん。そういう世界じゃん、それがさ自主映画とか行くといやこいつさ俺ちょっと明日仕事なんですよ。いやお前こっちデメントで来てたからお前死ぬ思いで撮れよって言うと外注はうるさいって。いやそうじゃねえだろだって面白くないじゃん現場がさ。であんちゃんたちセリフ覚えいいんだけど現場に来るとさ覚えた通り言ってますね。いやそうじゃねえだろ。
俺だからテレビ出させてもらった時なんだっけな、羅刹の家とかいうのね、田村さん兄弟一番若いのと、あと当時「笑っていいと思い」でさ、なんつったっけな、なんとかっていうのがいて、俺医者の役でちょっとねアドリブでもないんだけど言ったら止まっちゃったんだよ2人が。あ、そう。ほいで副将から「ダメだそこの役者何言ってんの?」って「いやいやいやアドリブじゃなくてちょっと間変えただけなのに、加藤なんとかっていう女の子はでさ、なんかそう田村の一番若いのもさ、なんかもう言っちゃえよ、これはあ。はあはとか言ってさ、それでもなんか加藤なんとかと喋ってんだよ。で本番になったら加藤なんぼで立ち尽くしたからさ、俺ちょっといじろうと思って言ったら止まっちゃって。怖い怖い。怖いよ、フォークはどこでよ、お前受けるよ。まあ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 。まあ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 ね、そうやって仕事を失ってきた私ですけど。いやでもやんなきゃっていうのは確かにその通りで。でも千葉ちゃん言ってるよ、こうさそれはないよって何回も言われて。いやそれはさ、なんかちょっと常軌を逸してることをやるからさ、河野さんは。いやどう発想すればそうなるのっていうさ。時はなんかさ、何でもありかなと思って。いや何でもありって言っても本から全く関係ないところに逸脱しちゃうからさ、それは新たななんかスピンオフみたいな感じ。いやスピンオフまでもいかないんだよね。自分がやりたいこと、その時やりたいことを、例えばそれがデニーロの真似だったらデニーロの真似がやりたいからやってるみたいな感じ。それはそれは良くないだろう。何の役と関係もないだろうっていうところで。お前のさいやだからさ、そういう河野さんがよ、なんか本当にそのあれ何年前だったっけ、だからその長谷さんのやつさ。